こんばんは。はるけです。今回はミッドフィルダー選手ティアリストになります。選手の調査を5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手などを追加して更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらが最新版のミッドフィルダー選手のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、新選手の追加がありまして、ファンタジー FC のアンドレですね。この選手を前回からは入れてます。またですね、サンダーストラックのジョエリントンを少し下げたという風な形になってますね。まず新選手、アンドレですね。アンドレに関してはそこまで強い選手では、なくって、ペースもやっぱり遅いですし、ドリブルもちょっと重たいっていう風な選手で、かといって圧倒的な守備力はないという風な感じにはなりますので、プラス4、使われるためには必要かなという風なところですね。ただ、プラス4は厳しそうなので、個人的にはこのまま使われない選手になっていきそうな、気がしますね。インターセプトのプラスだったりとか、プレイスタイルの豊富さ、多さっていうのは結構良かっただけに、ちょっと残念かなというふうに思いますね。そして続いては C ですね。C もですね、新選手何名か追加をしてますね。ファンタジー FC ヒーローのルイ・コスター、そしてマスチェラーノ、そしてファンタジー FC のレースメル、この3名を新しく追加、してますね。で、前回から多分、レディアクティブかなのソボスライを少し下げたという風な形になってます。まず新選手、ルイ・コスターですね。ファンタジーヒーローで強化されたルイ・コスター。ルイ・コスターに関してはね、この人もやっぱりアップグレはちょっと必要かなという風に思います。悪くはないんですけど、なんか微妙っていう風な、感じです。圧倒的な強さっていうのは全くなくって、ちょっと技術が必要な選手になりますね。決定力ちょっと低い、かつドリブルもそんなにめっちゃ軽いっていうほどではないので、パサーとしてだったら全然いいんですけれども、攻守にわたってっていうほどの選手でもなくって、攻撃面でそんなにめっちゃ違い作れるってわけでもないので、ちょっと難しい選手にはなってしまいますね。プラスにされても、物足りない部分っていうのは出てきてしまう、そんな選手になってますね。で、そして続いてマスチェラーノですね。こちらもファンタジー FC ヒーローで、強化をされた選手で、この人もね、惜しかったっていう選手ですね。もちろんここからアップグレがあって、プラス2されれば、少しはやっぱり変わるんですけれども、ただやっぱそもそものペースが80っていうのはね、現環境でも遅いので、ちょっとここが大きくアップグレードされなかったのが残念やったかなと思います。守備能力はね、全然高くって、勝手に取ってくれたりとか、インターセプトの、AI 面とかはいいんですけど、ちょっとスピード面だったりとか、あとはドリブル、この人もちょっと重い。身長そこまで高くないんですけど、ちょっと遅いっていう風な選手になりますので、そこでちょっと不満さっていうのが出てきてしまう方は多いかなという風なところですね。でそして続いてレースメルですね。この選手はアップグレを最近されまして、昨日に更新を、されまして、88かなになりました。1段階アップグレでプラス2上がりされたというふうなことですね。少し変わった。このティアリストを作っていた時は86だったんで、D ランクにしていたんですけれども、更新されて88になったというふうなことで、少しランクを上げた選手になってますね。ペースもちろん上がりましたし、全体的にですね、バランスがいいという、そういう選手になってます。ただ物足りないです。まだまだ物足りなくって、ここからのアップグレはもちろん必要なんですけれども、攻守にわたって、シュートもね、ある程度打てるし、守備面に関してもブルーダのプラスを備えながら、フィジカルもちょっとあって、守備能力もちょっとあるんで、で、4-4だし、全然いろんなことができるという意味では十分なのかなというふうには思いますね。個人的にはこの人プラス4、あとプラス3ですか、されればかなり強くなるかなというふうなところですね。
そして続いては B ですね。B はですね、新イベントの選手っていうのは追加はないです。ないんですけれども、SBC で、登場をしたデパウルですね。解説者ピックという SBC で来たデパウルをここに、入れました。あとはダイナスティーズのトゥラムだったりとか、ウィンターワールドカード5列か、あとは FC バーサスカマビンガなんかを前回からだと少し下げたという風なことになってます。そして続いては A ですね。A はですね、新選手こちら何名かいまして、ファンタジー FC のギュンドワンだったりとか、あとはチャルハノールだったりを入れてる、この2名だけかなを入れたという風な形になってますね。まずはギュンドワンですね。まあギュンドワン結構ね、コスパはいいんじゃないかなって思います。だんだんぐんぐん値段下がってきて20、今だと5万、6万ぐらいで多分買えると思うんですけれども、まあ、アップグレもまだあると考えれば安いかなというふうなところですね。プレイサルプラス2つついてますし、予測のね、プラスと今週のプラス備えていて、結構ね、いいんですよ。普通にいい。まあ、この人はバランスが良くって、ペースも84まで上がりましたし、全然遅くない選手になってます。で、AI 面も賢くって、インターセプト、してくれますし、タックルでもね、予測のプラスついてるからか、しっかり取り切ってくれる、そういう選手になってます。また攻撃面でシュートですね。今週のプラス、結構ね、今週が決まりやすい選手になってるんで、普通に強いなというふうに自分は感じましたね。でそして続いてはチャルハノールですね。まあ、こちらも更新がありまして、昨日ですかね、プラス1、されて89になったというふうなことですね。まあ、思った以上にいいです。普通に15万ぐらいで買えるんですけど、ただまあ、アップグレーがやっぱりないっていうのがね、ちょっと厳しいですね。チャルハノール出てはないんで、こっから多分されてもプラス1になるかなっていう風なところですよね。なんでまあそういう風な意味でもちょっと安いのかなという風には、思いますけど、中盤としてまずパスがめっちゃうまい。ロングパスのプラス持ってるし、パス能力もしっかりしてはいるんで、この人からの大きなサイドチェンジだったりとか、フラスル、スルーパス一戦みたいな、ことができる選手にはなってるので、パス面をまず重要視している方にとっては非常に優秀で、かつインターセプトの能力とか、守備面でもちょっと活躍できるっていう風な選手になるんで、フィジカルは弱いんでガツンとタックルね、当たる部分っていうのは予測もついてないし、フィジカルも弱いんで、取り切れなかったりとか、する場面はあるとは思うんですけど、AI 面でそのインターセプト、パスカットって部分では全然できる選手にはなってますね。ペースも85まで、ありますし、個人的には全然ありかなというふうには思いますね。そして続いては S ですね。S はですね、こちらも新選手何名かいますね。ファンタジー FC のライス、そしてファンタジー FC ヒーローのヤヤトゥーレ、そしてマルキージオ、そしてスナイデル、ラミレスと、この5名を新しく入れました。まずはライスですね。まあライス、昨日ですかね、この選手もアップグレをされたんですけれども、アップグレされる前にこのテアリスを作った時の90のライスでも自分はこの S ランクに入れてました。もうむちゃくちゃ強い。とんでもないですよ、この人は。で、かつ、プラス1ね、今更新されたんですけど、多分プラス4全然されるんじゃないかなと、いうふうに思いますね。シェフィールドに 6-0 で勝って、ライスも出てて、ライスゴール決めてっていうふうなことなんで、で、かつ得点もそこで6点稼いだんで、多分かなりプラス4の可能性高いんじゃないかなというふうに思いますので、こっからまた強くなれる、そんな選手になってますね。かつこの91でも能力めっちゃ高くって予測のプラスとインターセプトのプラスを兼ね備えていると、そういう選手になってますね。守備面のね時にね、まあ速い、相手にいたこともあるんですけど、まあ速いね。で、でかさもあるし、足も長いし怖いんですよ、本当に。もうビエラみたいな、ビエラとかその Y 選手みたいな感じで来よるんで、むちゃくちゃ怖いし、本当に相手に脅威を与えれる、そんなボランチの選手になってます。もちろん敏捷性バランスとかがね低いんで、ボール持ちすぎるっていう選手ではないんですけど、本当にパスもうまいし、守備に関しては本当に強い選手になりますので、もう個人的には素晴らしいボランチ、もう本当に TOTY 級の選手になってますね。でそして続いてはファンタジー FC ヒーローヤヤトゥーレですね。
ややトゥーレもむちゃくちゃ強いですね、本当に。それこそでかいボランチだけど、攻撃にもしっかり出ていけるという、そういう選手になってます。で、決定力も十分高い。決定力の数値以上にね、なんか決めてくれる力っていうのがありますし、パスもね、うまくって。若干ドリブルはね、重たいと思う人もいるかもしれないんですけど、この身長の割には全然持てる。なんか謎の軽さ、不思議な軽さがある選手になってるので、理不尽さを生み出してくれるかなというふうなところですね。で、ブルーザのプラスとシールのプラスがついてるというふうなこともでかいですし、本当攻守にわたってそのでかさを生かして活躍できると、そういう選手になってますね。そして続いてマルキージオですね。こちらもヒーロー強化がなされた選手で、非常に化けた選手かなと思いますね。予測のプラスとブロックのプラスを備えたというふうなこと。あとはインターセプトだったりとか、もちろんパス面もついていて、容赦なしもついているというふうなことですね。決定力の人も低いですけれども、冷静さが高いんで、意外と決めてくれるっていうふうな選手。もちろんデブライネだったりとか、それほどじゃないんですけれども、案外フリーだったら決めてくれるという風な選手になってますね。ペースも85まで上がりまして、パスもまくってドリブルもある程度持てると。で、守備もしっかりできる。予測のプラスついたのと、能力の向上。で、全然できる選手になるんで、本当にこの人もオールラウンダーというか、攻守において違いが作れる。作りながら邪魔しないっていう風な選手になりますので、めちゃくちゃ素晴らしい CM 選手の一人ですね。そして続いてはスナイデルですね。この人も強いね。やっぱり55っていうのは中盤で55って多分いないんじゃないですかね。なかなか、いなくって。能力の高さも言わずもがなで、シュートもね、めちゃくちゃうまいし、パスはもちろんうまいし、ドリブルもね、軽さがあってスキル5だし、ペースもね、速くなったという風なことで、なかなか止められない選手によりなりました。で、フィジカルもちょっとあるっていうのが、結構いいところですし、パス面だったりとかのプレイスタイルもついていて、パワーシュートはね、人によってですけれども、ただ、それを加味してもめちゃくちゃ強い、そういう選手になってますね。これがまた今週だったりとか、あとはなんかスピード系がついていたらよりやばかったなという風なところですね。これでも本当に理不尽なカードになってます。そして続いてラミレスですね。こちらもファンタジー FC ヒーローで強化された選手になっていて、本当今作のファンタジー FC はヒーロー強化やばいなっていう風に改めて思うんですけれども、ラミレスはペースですね。やっぱりペース91っていうのが多分一番中盤の選手速くなったんじゃないかなという風に思うんですけれども、結構ね、ちょっとバルベルデチックな、選手になってますね。ドリブルの軽さ的にもなんか結構バルベルデに似てるような、選手で、インターセプトもね、うまいですし、全然フィジカルも強いっていう風な選手になってますね。AI が結構賢くって、それがよりね、インターセプトのプラスで、なんかアップグレードされてるような気がしますし、シュートもね、全然決めれる選手にはなってますね。パスはね、能力低いんですけど、新しくね、パスのプレイスタイルついたことで、意外と気にはならないので、なんかね、プレイスタイルと能力で意外と補完し合ってるような感じで能力以上の強さを感じて、本当にこの人も理不尽な、選手にはなりますね。若干守備的な選手にはなるかというふうに思うんですけれども、ラミレスありがとうと感じる瞬間は非常に多いんじゃないかなと思いますね。こちらがミトリア選手の最新版のティアリストになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。